ストレイキッズの名曲「ゴッツメニュー」にはこれまで秘密にされていたオリジナル版が存在。伝説の初期バージョンが3年の時を超えついに公開。ストレイキッズの大ヒット曲「ゴッツメニュー」にはこれまで秘密にされていたオリジナル版が存在していたのはご存知ですか？その伝説のオリジナルバージョンは3年の時を超えてそのエピソードが解禁されました。ストレイキッズの「ゴッツメニュー」は2020年の音楽シーンにおいて特筆すべきヒット曲の一つです。この楽曲はストレイキッズによるマーラー味の音楽という新ジャンルを打ち立てるきっかけとなった重要な作品。私たちの音楽は神から与えられた新しいメニューというテーマで作られており、全ての聴き手の好みに応えることを目指した力強い歌詞が特徴的ですよね。実はゴッツメニューはもともとカムバック用のタイトル曲として予定されていなかったんです。こんなに神曲なのに。この曲は制作過程で急遽タイトルトラックとして採用されることになり、その経緯はファンの間でも有名な話なんです。さらにゴッツメニューのリリースに至るまでの裏話にはまだ明かされていない秘密が。なんと公開されたゴッツメニューはオリジナルバージョンではなくアップグレードされたバージョン2であるという事実が存在するのです。韓国で6月にリリースされたアルバム「5スター」に収められているスーパーボール。スーパーボールはもともとゴッツメニューというタイトルでした。そして現在の世界中が知っているゴッツメニューのタイトルがゴッツメニュー2になる予定でした。2度目の驚き。2020年にリリースされたアルバム5000のタイトル曲候補であったとされていて、当時どの楽曲をタイトルトラックとして選ぶかメンバー間でかなり迷ったと言われています。メンバーやプロデュースの方たちと話し合い意見がたくさん出たんだって。スーパーボールはIENやフィリックスから強く推されていましたが、結局はアルバムに収録されずにお蔵入りに。しかしこの幻のスーパーボールが3年の時を経て最新アルバムに収録されることになり、そのニュースを聞いたIENは一人で大いに喜んだって。どれだけ嬉しかったのかこの顔見るとわかりますね。尊い。IENはゴッツメニューよりスーパーボールのタイトルの方が気に入っていたそう。でもゴッツメニューが先に出てよかったとも言っています。なぜならスーパーボールはセクシーすぎる曲で年を重ねた今がぴったりな時期だったと。クールアダルトアギパン。ワンちゃんもこの話を真剣に聞いており、2人の関係性もですがお互い良き理解者だなとしみじみ。喜んでいるIENに反してフィリックスはスーパーボールはずいぶん前に作ったよね。でも今出たことがすごくムカつくんだとなんとご立腹。フィリックスはスーパーボールがゴッツメニューとして出る予定だったのに2年以上お蔵入りになって今更世に出たことが腹立たしいようです。そんな一面を持ってるフィリちゃん可愛いです。でも月日は経ったけどこの幻の曲がステイに届いて本当に良かった。裏話の2つ目は3年の時を経て公開された理由。長らく未発表だった楽曲「スーパーボール」がついに公開され、ファンからは喜びの声が上がりました。幻の楽曲とされたスーパーボールはなぜこんなにも月日が経ってから公開されたのか。その理由についてスンビンはデビュー当初は全ての曲がさまようテーマだったんだよね。月日が経ってさまよう時期が過ぎて、そこから自分たちのカラーが言葉はおかしいけどムカつくというポイントに定着したんじゃないかなと語っています。かつてタイトル曲候補であったこの曲を超えてリリースされたゴッツメニューや最新のタイトル曲 S クラスの音楽的な質の高さにファンは感動。自ら楽曲制作に携わるストレイキッズならではのエピソードが語られることにファンは感慨深さを感じているようです。そんなゴッツメニューと幻とされていたスーパーボールの秘密についても解説していきます。ではまずゴッツメニューについて見ていきますね。一言で言うと神メニューだけに神曲すぎる。曲も映像もパフォーマンスもビジュアルも全部バッチリ。しかも自分たちで作っちゃうアイドルなんだからもう最高。何がすごいかを個人的な目線で解説しちゃいます。ゴッツメニューのすごいところ1つ目は、皆さんお気づきでしょうか？ティーザーのタイトルがクッキングビデオであること。まるであの有名な3分クッキング番組みたいに中華料理から何からと色々作りまくる8人のメンバーたち。真面目な顔してカッコつけながら料理してるからそのギャップがもう笑えるしかっこいいんだよね。期待を裏切らない楽しさでお腹いっぱい。ゴッツメニューのすごいところ2つ目はアナログで撮影されていること。
この MV は視覚芸術としても非常に魅力的。最初に見た時はこれはグリーンバックを使って最先端の CG で作られたんだろうと思いました。しかしメイキング映像を見て驚愕。なんと信じられないような空間を現実に再現していたのです。キッチンにブラスバンド、建設現場に実験室、なかなかカオスな現場。この世界観を作れるのはスキズしかいない。ゴッツメニューのすごいところ3つ目はスタントなしで横切るスポーツカー。この MV は臨場感あふれる映像と華やかなセット、珍しい組み合わせがリアルに再現されていることが驚きを与えました。特にレーシングカーが高速で通り過ぎた瞬間に冷静を保ちながら「ね、ソンニム」と演技するヒョンジンの落ち着きが目を引きました。ヒョンジンはその場で本当に驚いていたようで、それも無理はないです。もちろん CG を用いた部分もありますが、この MV の魅力は何がリアルで何がフェイクか判別がつかないところがすごいんです。またこの MV のユニークさを感じさせるもう一つの要素は、音楽と映像がまるでワンカットのように一体感を持っているという点。それを踏まえて見てみると魅力がさらに増し増しです。続いて3年の時を経て公開されたスーパーボールのエモい話。このスーパーボールという曲名はアメリカンフットボールのスーパーボールと料理用のボールというダブルミーニングが効いています。 MV ではスキズのメンバーがアメフト選手のユニフォームを着て登場していて、そのビジュアルも印象的です。日本版のアルバムの衣装はいろいろ突っ込みどころ多かったけど、この衣装、メンバーたちのユニフォームにはそれぞれ意味のある背番号が付けられているんです。バンちゃんの数字は3で、リノは25。これはストレイキッズのデビュー日である3月25日を象徴していて、ヒョンライン2人合わせてデビュー日の数字になっているんです。チャンリンとヒョンジンは共に4。ストレイキッズが初めて音楽番組で1位を獲得した4月4日を表しています。ハンとフィリックスは8と1。これはファンクラブステイの設立記念日である8月1日から取られています。スンミンは11。アイエンは23。これはストレイキッズが初めてソウルでコンサートを開催した日、11月23日に由来しています。このこだわりすごくないですか？スキズとステイにとって特別な日が背番号になっているのを知ってすごく感動です。これを知るだけでも MV の見方が変わりますよ。はじめはスーパーボールがオリジナル版ボッツメニューになるはずだったので MV にも料理したりするシーンがありました。それも含めスーパーボールのパフォーマンスもぜひチェックしてみてください。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。